海外生活でどうしようもなく恋しくなるもの、それは湯船。日本では家には湯船があるのが普通ですが、私の住むフィリピンのトゥマゲテでは湯船がある家やホテルは激レアです。たまには全身お湯に浸かって体をじっくりほぐしたい、そんな切なる願いを叶えてくれるのが、そう温泉です。こんにちは、ダイヤル11のちえです。というわけで今回はフィリピンの秘湯中の秘湯、山の奥深くにある天然温泉に行ってきました。私の住むネグロス島には島で最も高い観覧温泉をはじめ、タリニス山、マンダラガン山など複数の火山があります。その中でトゥマゲテに最も近いのがタリニス山。このタリニス山のマグマの熱によって温泉が湧き出ているんです。現在観光客が利用できる温泉は2カ所、バレンシアにあるレッドロック温泉とダーウィンにあるバスレー温泉です。どちらも硫黄泉なんですが、趣が結構違います。簡単に言うと、設備がしっかり整っていて比較的行きやすいのがレッドロック温泉、たどり着くだけで冒険、人を通り越してもはや野湯なのがバスレー温泉です。どちらも素敵な温泉なんですが、今回はバスレー温泉の方に行きます。レッドロック温泉はまた別の機会にご紹介しますね。ダーウィンの中心部から右に曲がって山を20分ほどひたすら登っていきます。上り坂ですが道路は舗装されているのでバイクで比較的楽に登っていきます。途中でヤギがたくさんいたのでバイクを止めて近寄っていました。おじいちゃんヤギから子供のヤギまでかわいいですね。こちらには大きな豚さん、パンダみたいな柄の子もいますね。豚を見るとどうしても千と千尋の神隠しを思い出しちゃいます。ふと足元を見るとオジギソウが生えていました。子供の頃、登校中に友達とオジギソウに触って遊んでいたのを思い出しました。すごく久しぶりに見ましたね。懐かしいな。山に来るといろんな植物が見られるのも楽しいですね。さて、バスレー温泉の入り口に到着しました。入り口といっても実はここからが大変なんです。訪問者を待ち受けているのは長い長い階段。一体何段あるんでしょう。山の奥深く下へ下へと潜っていきます。周りを見渡すとまさに南国のジャングル。今にも猿やら蛇やら出てきそうな雰囲気です。一応手すりがあるんですが、ところどころ壊れていて心もとないですね。15分ほど降りてきたところで階段の終わりの川が見えてきました。川から湯気が出てる。これがもう温泉のお湯みたいですね。お湯の成分によるものだと思うんですが、川の石が緑色に変色しています。硫黄の匂いもかなりしますね。さて、ここが第2の関門。石をうまく踏みながら川を渡っていきます。川自体は浅いんですが、お湯がかなり熱いです。転ぶと危ないので慎重に慎重に渡っていきます。いやー、湯気がすごいですね。2カ所ほど川を渡ってまっすぐ進んでいくと、ついに到着しました。ここがフィリピンの秘湯中の秘湯、バスレー温泉です。手前にあるのが4層の湯船。川からパイプを伝ってこんな風にお湯が注がれています。そして溝から排水されていますね。すぐ横には小さな洞窟、熱いお湯が湧き出てきています。一方、上流の方に行くと冷たい水が流れています。なるほど、お湯と水をそれぞれパイプで引いてきて、この浴槽で混ぜて温度調節しているんですね。しかし随分たくさんパイプが張り巡らされています。こんな山奥に一体誰がいつこの温泉を作ったんでしょうか。ちょっと調べてみたところ、正確な始まりは分からなかったんですが、もともとはダーウィンの町がこの温泉を管理していたようです。ところが2011年に台風で甚大な被害が出てしまって、なんとそれ以来現在に至るまで放置されているそうです。つまりこの10年の間、管理者不在の状態、いわゆる野湯になっているということですね。さ
さすがに誰かが多少手入れをしているとは思うんですが、この日は特にそういった方も見当たらず、入場料もありません。10年も放置されていながら、今なおこうして地元の人や旅行者に親しまれているのがある意味すごいですよね。皮肉なものですが、管理を放棄されてしまったからこそ、このとっておきの秘湯感が醸成されているのかもしれません。さて、この浴槽の先の上流を進んでいくと、ちょっとしたスポットがあります。川の横の岩を登った先に見えました、小さな滝があります。なるほど、この筒の下に立って水浴びができるんですね。ここの水は常温なので、温泉でほてった体を冷ますのにちょうど良さそうです。それでは温泉に戻って私もお湯をいただきましょう。浴槽より上流のこの辺りのくぼみに入らせてもらいます。めちゃくちゃ気持ちいい。熱すぎずぬるすぎず、ちょうどいい温度です。お湯は少し白濁している感じで、手触りはサラサラとしています。この日の天気は曇り、気温が低く涼しいので絶好の温泉日和です。私はこういったいわゆる野湯に入ったのは今回が初めて。たどり着くまでの冒険感も楽しい、とても素敵なスポットでした。バスレー温泉の最後の難関は温泉を入った後にやってきます。そう、来る時に下ったあの階段を今度は登らなければいけません。いやー、これはしんどい。日頃の運動不足もたたって、私はこの後3日間筋肉痛でした。足腰に不安のある方は無理なさらないでくださいね。ちなみにこの温泉のすぐ隣には、以前別の動画でご紹介した景観抜群のカフェ、バスレーハイランドコーヒーがあります。温泉とセットで訪れるのもおすすめですよ。さて、せっかくダーウィンまで来たので、ダーウィンのおすすめのレストランを2つご紹介します。まず1点目は韓国バーソガ。フィリピンの天然資源で作られた建物の中はとてもハイセンスな空間。私のお気に入りはこの人間をダメにするソファー席。この上なくのんびりまったりくつろげます。バーなんですが、お昼から営業していて、美味しい軽食やオーセンティックな韓国料理がいただけます。こちらは私の大好物、ツナベジライスボール。新鮮なマグロの刺身とたっぷりの生野菜、そしてご飯をコチュジャンをかけて混ぜていただきます。これがもう最高に美味しいんです。マグロとお野菜をこんなにたくさん食べられて、お値段は500円以下ととってもリーズナブル。ダーウィンに来たらぜひ訪れてみてください。2点目は2020年にオープンしたばかりのベジタリアンカフェアナハウ。こちらのお店もとってもおしゃれな空間で、ヘルシーで美味しいお料理がいただけます。下戸の私が個人的に嬉しいのが、ノンアルコールのカクテルを提供していること。こちらはパッションフルーツフィズ。こういう本格的なノンアルカクテルをいただけるお店はこの辺りではかなり貴重です。パッションフルーツの栄養たっぷりの種もたくさん入っています。そしてお料理はフレーミングピンクスムージーボールをオーダー。ドラゴンフルーツ、マンゴー、バナナ、グラノーラ、ひまわりの種、チアシード、そしてその下にまさに燃えるようなピンク色のキンキンに冷えたスムージー。夏にぴったり、目にも美味しいメニューですね。ちなみにこのアナハウの2階はヨガスタジオになっていて、ヨガ教室も開催されているようです。ルマゲテ周辺にこういったハイセンスなお店も続々とできていて嬉しい限りですね。ダイヤル11、次回は番外編。自宅でマンゴーシェイクを作りながら、私がなぜフィリピンで暮らすことになったのか、そのきっかけとなったエピソードをお話ししたいと思います。お楽しみに。